まだ何もない世界。ある日、天と地が分かれ、そこから一人の神様が誕生しました。雨の皆神主と言います。神様の名前はとても長いので、覚えるのは大変ですが、ここからしばらく神様がたくさん誕生しますので、さっと紹介します。ちなみに神様を数える単位は、柱と言い、一柱、二柱と数えます。次に、高み、蒸す火の神。その次に、噛む、蒸す火の神。続いて、うまし、足首火、五時の神。雨の床たちの神が現れました。次に、国の床たちの神と、豊く、物の神が現れました。ここまでの七柱の神様は、男でも女でもない神様ですが、ここからは男の神様と女の神様のペアで現れます。初死にの神と水死にの神、角食いの神と育食いの神、大戸の字の神と大戸の部の神、おだるの神とあやかしこねの神、そしてイザナギの神とイザナミの神、最後に現れたこのペアの神様が有名なイザナギとイザナミです。イザナギとイザナミは先に生まれた神様に国づくりを命じられ、雨のぬぼこというとても立派な矛をもらいました。イザナギとイザナミは泥混じりの海の中に矛を突き刺し、海水をかき混ぜてから、その矛の先を海水から引き上げました。その時に矛の先から滴り落ちた海水が固まって塩になり、それが積もり積もって一つの島になりました。これがおのごろ島と呼ばれる島で、地上に最初に出現した島です。それがどこにある島なのかは未章とされています。イザナギとイザナミは天界よりその塩でできた島に降り立ち、神聖な柱を使い、広いお屋敷を作りました。イザナミ、僕と結婚しよう。僕と君とで、この神聖な柱、雨の御柱の周りを、君は右から回って、僕は左から回るから、後ろで出会ったところで結婚の誓いを立てよう。嬉しい。わかりました。二人は柱の周りを回り、出会ったところでイザナミから声をかけました。ああ、なんて素敵な人なんでしょう。ああ、なんて素敵な人なんだろう。と、言葉を交わしましたが、イザナギは女性のイザナミから言葉を先に言ったのが少し納得がいかなかったけど、儀式は終わったので、二柱はめでたく結婚しました。イザナミはすぐに子供を産みました。が、普通ではない子供であったので、船に乗せて海に流してしまいました。次に、淡島が生まれました。が、この子も残念な子供でした。どうしてだろう。私たちの産んだ子は不吉な子ばかり。やはり、天界の神のところに行って相談してみよう。二人は、天界の神へ相談に向かいました。占いで、なぜかを占ってみよう。なるほど、結婚の儀式の時に、イザナミが先に言葉を発したので良くなかった。また改めて柱を回り、次はイザナギから声をかけなさい。イザナミとイザナギは、言われた通り、改めて雨の御柱を回り、ああ、なんて素敵な人なんだろう。ああ、なんて素敵な人なんでしょう。イザナギが先に声をかけ、イザナミが後に答えた。改めてめでたく結婚して、最初に淡路島が生まれました。次に四国を生み、その次に三つ子の沖ノ島を生んだ。その次に九州と、イザナミとイザナギは次々と国を生んでいきました。国を生み終わると次は、おほこぼくおしお、いはつちびこ、いはす姫、おほとひわけ、雨の吹きお、おほやびこ、かざもつわけのおしお、
オホワタツミ、港の神である早明津彦、女神の早明津姫、風の神である品津彦、木の神である九九の地、山の神である大山積、野の神である茅の姫、と、次々とイザナミは子供を産んでいきました。しかし、イザナミは火の神様である日の和地を産んだ時に大怪我を負い、病床で苦しみます。その時の嘔吐物、糞尿からも、六柱の神々が生まれましたが、結局そのことが原因で、イザナミは亡くなってしまいました。怒ったイザナギは、愛しい妻、イザナミを殺してしまうとは、絶対に許さない。と、日のか口の首を戸塚の剣で切って殺してしまいました。そこから飛び散った力も、八柱の神が生まれ、亡くなった日のか口からも、八柱の神が生まれました。亡くなるまでにイザナミは、14の島と35の神を生みました。イザナギは、イザナミを泉の国とほうきの国との境にあるヒバの山に葬りました。イザナミを失ってしまったイザナギは、毎日悲しみに明け暮れ、イザナミのことを忘れることができませんでした。どうしてももう一度会いたい。と、強く思い、黄泉の国に行くことを決意するのでした。